ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーリングよりスクエアワン、こちらの歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ今回のですね、歌声分析なんですけれども、テンションが上がりすぎてしまってですね、歌声分析だけにとどまらず、楽曲構成分析だったり、いろんな分析をしてしまいました。そのぐらいね、魅力たっぷりな楽曲、それがスクエアワンかと僕は思います。最初にナンバリングを聞いた時に一番印象に残ったのがスクエアワンでした。そしてね、この曲めちゃくちゃクオリティも高いし、ポテンシャルも高いし、何よりすごくかっこいいのに、これリード曲にならないんだっていうね、そういう風にもね思いました。最高にかっこいい楽曲だという風に思うんですけれども、ナンバーアイの魅力についてできるだけ丁寧に細かく解説しておりますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。そして本日はですね、ナンバーアイファーストフルアルバムナンバーワンのリリース日でございます。皆さん CD の方はゲットしましたか？僕はね、ダウンロード派なので、まずはダウンロードをしてですね、楽曲の方を聴いていきたいと思います。そして盤面の方もですね、ゲットしたいなと思っていて、盤面ゲットしたらね、動画で公開したり、コミュニティの方でね、皆さんにお知らせしたいなというふうに思っているんですけど、いや、ほんとね、楽しみです。今現在はまだね、音源の方は聞けていないんですけれども、多分この動画が公開されてる頃には僕もね、音源の方聞いてると思いますし、皆さんもね、CD の方をね、ヘビーローテで聞いてると思うんでね、ぜひコメントでナンバーワンの感想なんかをね、教えていただけたらなというふうに思います。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ナンバーアイナンバリングよりスクエアワン歌声分析 GO！そう、お願いしますから入りますよね。そう、かっこいいよね、このイントロ。これジャンル的にイントロはファンクなのかな。すごくこうね、グルービーなノリがたまらないですよね。そしてね、ギターの音選びがめちゃくちゃかっこいいんですよ。もう入りからつかみがバッチリな曲ですよね、スクエアワン。じゃあ歌い出しいきます。もうね、ラップもめちゃくちゃノリがすごいですよね。チャカチャ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 ラチャチャみたいな感じのこのザクザクした感じのこうビート感たまらないですよね。やっぱりね、ラップっていうことで全体的に子音が強いですよね。先ほど言ったザクザクとした感じっていうのはこの子音の強さがですね、雰囲気を出してるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、たまらないですね。もうインパクトがすごいですよ。そして神宮寺さんのね、このね、甘い声質と曲のね、こうムーディーな感じとバッチリ合ってますよね。次行きますよ。僕らのスクエアワン。ここね、スクエアワンって言わないで、スクエアワン。この言い方がね、ポイントですよね。この瞬間だけ一気にスピード感がこうグッて上がるっていうか、いやー、かっこいい。僕ちょっと前までね、ラップってあんまり聞かなかったんですよね。ただね、ラップの本当のかっこよさを知ったのは、今考えてみると、ナンバーアイを知ったからかなっていうふうに思ってます、僕。もう一回聞いていいですか？戻して聞きますよ。たまらないね。そう、だから僕はあんまりラップを聞いてこなかった人なので、ラップ専門の人に比べるとね、そこまで詳しくないんですけど、ラップ勉強しようかなっていう風に思いますよね。ここまでかっこいいラップを聞くと。次行きますよ。わあ、子音がかっこいい。
ちょっとね、長めに聞いてしまいました。かっこよすぎて。やっぱりよく聞くと、ラップって全体的に子音は強めなんですけど、特に強いっていうところと、強いっていうところ、そしてやや弱い、そして弱い。この4種類の子音の強弱があるかなっていうふうに思います。歌だとね、ここまで厳密に子音の強さを分けたりはしないんですけど、大きく分けると2つ、強い箇所と弱い箇所みたいなね。そんな感じなんですけど、やっぱりラップのリズムでの表現力はものすごい細かいところまで考えて作られてますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、崩壊とか。今の作業とかね。わあ、かっこいい。もう分析じゃなくて普通にリアクションになってますよね。いつの間にか。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。子音の解説をすると特に目立ちやすい作業とか、あと t の他行とかね、その辺は強く出しやすいので、そういった部分のアクセントは強めに出して、アクセントが弱いところはこうね、弱くみたいな感じで、言葉が本来持ってる性質をうまく利用してるのかなっていうふうに思います。じゃあ次いきますよ。うわもうね、言葉に表せないこの感情、なんとかうまくね、言葉にして伝えたいんですけれども、本当に素晴らしい。本当にかっこいい。途中の膝栗毛っていうね、歌詞のところがこう速くなるじゃないですか。そこで一気にスピード感がこう、ビューンって感じがして、めちゃくちゃその瞬間テンション上がってね、次聞けますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、ここ最高だ。これは最高だ。次いきますよ。あ、こっからそうだよね。そうそう、こっからね、歌に入るんですよ。これラップできて急にね、こうね、綺麗なメロディーになった瞬間のこうね、雰囲気がこうガラッてね、反転するような変化。これもね、スクエアワンの僕はね、魅力だと思ってるんですよ。もう一回ラップからね、歌い出しの始めあたりまで流しますね。いきますよ。ほらほらほら、思わず歌いたくなりますよね。今の不意に不安がっていうところは3人で歌ってるポイントかな。声がね、こう熱い感じがしましたよね。こうね、奥行きがあって広がりがあるっていうかね。同じラップでもね、やっぱり一人で歌うのと三人で歌うんだと雰囲気がガラッと変わりますね。そして、回り回るエチュード。ここの部分はですね、オクターブですね。これ何回かナンバーアイの歌声分析動画で説明してきたんですけれども、ドレミファソラシドの下のドと上のドを同時に歌うっていう感じの、この音関係のことをオクターブって言います。そして同じ音をですね、同時に何人かで歌うことをユニゾンって言います。なので音楽用語的にはですね、この部分はオクターブのユニゾンっていう風な言い方をします。そうするとこうね、音が透き通ったような質感が感じられると思うんですけど、もう一回メロディーのところからね、聞いてみましょうかね。ほら、ムーディー。いやいいね。なんでこの曲リード曲じゃないんですかね。なんかね、そのぐらいのポテンシャルとクオリティは僕はあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、すごいかっこいいし、すごい綺麗なメロディーだし、めちゃくちゃかっこいいラップですよね。いやー、最高ですよ。次いきますよ。そうそう、こう来やがれ中の、ここはね、日本語なのに英語に聞こえますよね。エチュードのこう韻を踏んでるポイントなんですけど、多分発音的にはエチュードに近いようなニュアンスで、来やがれ中のって歌ってると思います。そのね、間に入ってくる神宮寺さんのね、追っかけのフレーズもね、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。かっこいい。これね、追っかけの独特のこのね、ノリ。これがね、たまらないですよね。いや、神曲です。スクエアワン。もう一回聴いてみましょう。
ほら、今もうタラダタラダタみたいな感じで、ノリが変化したポイントなんですよね。タラダタラダタタダっていう風にこう横ノリな感じできて、追っかけのラップのところでタタタタタタって縦ノリに変わるんですよ。このノリの変化がね、絶妙にかっこいいですよね。次いきますよ。いやー、いいね。今ね、ごめんなさい。中途半端なところで止めちゃいましたよね。この後に神宮寺さんのね、追っかけが入ってくるのに、もうテンションが上がりすぎると思わずね、ストップをしてしまいますね。ごめんなさいね。今回、こんな感じになりそうです。すいません。歌声の分析っていうよりも、ちょっとテンションが上がりすぎてね、感情を伝えたい気分です、今。いや、もちろんね、気づいたところは解説していきますけど、今回は内容的にリアクションに近いかな。一緒に楽しんでいただけたらなって思います。もう一回聞いてみましょう。いや、皆さん。いや、最高ですね、本当に。うい。いや、いいね。うい。いや、最高だ。最高だよ。もうさっきからね、最高しか言ってないですね。本当にね、最高にかっこいい曲ですよ。じゃあ次いきますよ。いいね。で、ここのメロディーのポイントでですね、声質が一気にこう強くなった感じですよね。サビのね、優しい雰囲気からだからなおさらね、そういう風に感じるのかもしれないんですけど、ここで地声をメインにした声質を使っています。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、全体的にラップに近いぐらいアクセントと休符を入れてますよね。で、ここでメロディーっていう風に分けて、普通にメロディーを歌う時の感じで歌ってしまうと、ラップとのリズム感にこうギャップが生まれてしまって、メロディー部分で雰囲気が崩れてしまうんですよね。なので、リズムの入れ方としてはですね、ラップに近づけるような感じでメロディーを歌うっていうテクニックを使っています。次いきますよ。あ、いいね。裏声。柔らかい裏声ですよね。で、裏声なんですけど、若干胸腔共鳴の響きをプラスしてるんですよ。そうすることによって、裏声の質感なんですけど、地声に近いような雰囲気を感じる声を出すことができます。もう一回聞いてみましょう。つないでいく。次。ここ。だから裏声ってそのね、メロディーを歌ってきて、抜きのポイントで裏声を使ったりするんですけど、今の地声の要素が混ざった裏声を使うことによって、柔らかい雰囲気をそこで使って元に戻すみたいな感情表現をすることが可能になります。いやー、素晴らしいですね。次いきますよ。かっこいい。もうメロディーのフレーズがね、ものすごくおしゃれな音を使ってるんですよね。音域が一気にね、こうガクンって下がったことによって、ムーディーな雰囲気がね、増幅されて、なおかつ使っているメロディーの音選びがすごくおしゃれ。もう一回聞いてみましょう。ほら、ここ。ダラダダ。そう。このね、ダラダダ。ここの音がめちゃくちゃおしゃれなんですよ。今日はね、ボイストレーナーっていうよりも、なんかね、ミュージシャン的な目線で見てしまいますね。作曲テクニックだったり、楽曲の構成だったり、たまにはね、こういうのもいいですよね。いや、テンション上がるとこうなっちゃうんですね、僕も。歌声の解説も交えつつ、楽曲の解説も交えつつ、みたいなね、内容ですね、今回。そして時にはリアクション的なね、部分もありで、一貫性のない男ですね、僕は。すいません、もう本当にね、楽しいです。次行きますよ。いやー、この給付の使い方えぐいですね。トゥットゥットゥットゥみたいな、こんな感じのですね、一つ一つの音がですね、めちゃくちゃ短いんですよ。その分ね、給付がめちゃくちゃこう強調されてるというか、ここまで給付を強調すると、どうなるか、ラップにめちゃくちゃノリが出ます。
もうね、これね、楽器隊が使う給付の使い方なんですよ。曲のリズムっていうのは、ドラムとベースで8割方決まるんですけど、その中で、このノリを担当してるのがベースです。ベースが例えば、ドゥン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 っていう風に弾くか、ドゥッ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 っていう風に弾くかによって曲のノリって全然変わってくるんですけど、キスさんの今のラップはですね、そのベースの人が音を短く切ってるぐらいの感覚でラップを歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。これはえぐいぞ。ほら、ここ。ほら、やばいでしょ。後半特にね、英語の部分。てっ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 てみたいな感じですごく短く音を切ってるんですよね。そうするとね、こうね、ブレーキがグッ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 って効いたような感じの、鋭いって言ってもいいですね。そういった感じのノリが出ています。これはね、本当にすごいですよ。次いきますね。今のシャウトも、キスさんかな、あーってやつ。僕はね、ああいうのできないですけど。いやー、表現力の宝庫ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。あ、最後のフレーズだけこう素の声に戻るってところもね、かっこいいですよね。いやー、リズムのアップダウンのね、このね、振り幅もすごいし、声の表現の振り幅もめちゃくちゃすごい。もう神がかったパートだったかなと思います。次いきますよ。平野さんのパートですよね、ここは。いやー、かっこいいね。平野さんもここはね、給付をめちゃくちゃ強調してます。さっきのキスさんのめちゃくちゃこう音を短く切ってるような歌い方、ここに近いようなリズムの出し方をしてますよね。で、子音がね、めちゃくちゃ強いから、そこがね、こうザクザクとした質感を感じて、めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら。いやー、えぐいね。リズムの出し方がえぐいですね。もうこういうね、声の出し方とかじゃなくて、リズムをめちゃくちゃ意識して歌ってる歌、僕ね、すっごい大好きなんです。これもともとね、アマチュアだったんですけど、バンド経験があって、それがあるから、多分ね、こういう考え方だと思うんですけど、リズムだけでね、ここまでかっこよさを表現できるナンバーアイやばいですよ。次いきますよ。お岸くんおごりなさい。面白いですね。ところどころに他の曲のタイトルが入ってるんですね。さっきもね、愛が入ってたし、今回は GO とか。いやー、歌詞がね、すごく面白いですね。もう一回聞いてみましょう。ダメだ、何回聞いても笑っちゃう。岸くんおごりなさいって面白いですね。しょうがないな。じゃあおごってあげるよみたいな感じになるんですかね。次いきますよ。そっか、全体的に後半はこうやって音を短く切るタイプのラップなんですね。そういうことか。で、さっきの岸くんおごりなさいの後に、おごり高ぶらない。ここに繋がってるんですね。なるほどね。すごくよく考えられた歌詞ですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。やっぱかっこいい。何回も言っちゃう。かっこいい。次いきますよ。ここは平野さんと岸さんが一緒に歌ってんのかな？おごるおごらないのね、メンバーの2人がこう一緒に歌うってね、いいですね。もう一回聞いてみましょう。このスケア1のこうね、ズバッと切れる感じがね、やっぱかっこいいね。で、次からメロディーが始まりますよ。行きましょう。いいね。人生は、ここがね、1番と違うポイントですよね。1番はね、メロディーとラップがこう重なったような感じだったんですけど、2番はもうラップのニュアンスをそのまま出して、人生はって歌ってる感じですよね。で、その後ね、メロディーに切り替わった瞬間のこのゆっくりとしたテンポ感、すごくね、こう、心地がいいですよね。もう一回聞いてみましょう。
キャガレ中のここがね、日本語なんだけど英語っぽく聞こえてね、すごくかっこいいですよね。次いきますよ。やっぱりね、追っかけが入ってくることによってね、次のね、サビの頭にね、こう移りやすいっていうのはありますよね。こうノリが途切れることなくね、次に行けるっていうか、もう一回聞いてみましょう。そう、ここがね、今のね、岸さんのポイントがね、あることによって次にね、こう移りやすくなってるっていうね、最高だ。次いきますよ。いやー、かっこいいな。いいね。またね、1番もだったよね。サビの後半長く聞いてしまったっていうか。でもこのぐらいの長さの方があれですかね。皆さん動画見やすいですかね。結構コメントでね、短く切りすぎてちょっとやだみたいな感じのコメントもね、時々いただくので、止める長さの方最近気にして動画撮影してるんですけど、やっぱりね、細かくしっかりと分析した情報を皆さんにこうお届けするためには、どうしてもね、やっぱりね、歌声の分析の方を気にしすぎてしまうと短く切ってしまうんですよね。あまり長く聞いてしまうと細かいところまでこうね、その場で覚えきれないっていうか。なのでね、こう歌を聴く長さに関しては今試行錯誤してますんで、安定するまでもうちょっとね、見守っていただけたらなというふうに思います。いやー、このね、ノリ感たまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。あー、いいねー。うわー、あー、いいいいこの雰囲気がたまらないですよね。メロディーもね、すごくいいメロディーだし、こう合間合間で入ってくるね、ラップもね、ものすごくかっこいいんですけど、このね、全部をトータルとしてまとめたこのね、雰囲気がやっぱり最高にかっこいいと思います。じゃあ次いきますよ。あー、いいね。平野さんのね、この無感情な愛、この愛の言い方、めちゃくちゃセクシーでしたね、今ね。やっぱ愛っていう単語だからセクシーな雰囲気を表現しようとしたのかな。もう一回聞いてみましょう。ほら。なんか愛っていうよりも、あの発音が歯に近い感じになってたかな。息の音をこうね、いっぱい混ぜてセクシーさを表現したのかなというふうに思います。次いきますよ。あー、いいね。ここでもね、愛が出てきますよね。アルファベットの方のね、愛がね。で、一瞬ね、こう裏声にね、こうひっくり返したところがね、またセクシーですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。途切れのこのレの部分がね、裏声にこうくるってひっくり返ってる部分ですよね。で、途切れたの後で息を吸ってるんです。そこで息継ぎをすることによって、愛っていう言葉がですね、際立ちますよね。そういう狙いでここで息継ぎしたんじゃないかなと思います。じゃあ次、神宮寺さんのパートですね。いきますよ。わ、柔らかい。柔らかいね。やっぱりここね、裏声の使い方が絶妙かなと思います。さっき言った地声のね、響きの成分が混ざった裏声。ここがあるからね、すごく全体的にこう甘い雰囲気が出てんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。最高だね。めちゃくちゃかっこいいしセクシーで甘いっていうね、もう魅力たっぷりの歌声ですよね。次いきますよ。うわっ、ここでオクターブが来るんだね。この声は岸さんが両方やってんのかな。上の裏声の高いところと低い地声のところ、すごくね、こうね、神秘的な雰囲気が今出ていましたよね。もう一回聞いてみましょう。こうね、追っかけで入ってるね、from square one っていうワードがね、力強い感じになってますよね。こう優しいところと力強いところがね、こう組み合わさったようなフレーズだったかなと思います。次いきますよ。感想。ここ
こでね、イントロのフレーズをもう一回持ってくるっていうところがね、すごくよく考えられてるかなっていうふうに思います。めちゃくちゃインパクトが強いイントロじゃないですか。ここまで曲が進んでくるとですね、さすがにイントロの雰囲気を忘れちゃうと思うんですよ。で、忘れた頃にもう一回インパクトのあるイントロが来るっていうね、めちゃくちゃ考えられた構成ですよね。次いきますよ。いい。一回止めますよ。神宮寺さんから岸さんのラップのバトンですね。正統派の声を使った神宮寺さんと特徴的な鼻のね、響きのニュアンスを多めに使った岸さんの歌声。この声質のギャップがね、すげえかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。鼻の声を多めに使ってるんですけど、音域を下げて男らしい感じも表現してますよね。で、ここから平野さんの声がどうつながってくるのかっていうところですよね。いきますよ。ラップなんですけど、ちょっと普段の喋り方に近いようなニュアンスですかね。こう日常的な雰囲気を表現しているというか、全体的にね、いい意味でこう丸い感じがするかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。喋り声に近い感じですよね。でも、しっかりとラップなので、リズムを決めるところはしっかり決めているっていうね。これ逆に難しいんじゃないかな。普段ね、喋る声なので、それをこうラップで使うっていうのは日常的に使いすぎていて、逆にラップに声が乗りにくいっていう風な感じになると思うんですけど、しっかり完璧にね、ラップのニュアンスも出てますよね。さすがですね。じゃあ次、最後のワンフレーズいきますよ。そうそうそう。こうね、カットアウトでズバって終わるんですよね。もう最後の決めっていう感じですよね。3人で、これが僕らのスクエア1。最高ですよね。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。以上、ナンバーアイナンバリングよりスクエア1歌声分析終了になります。さあ、歌声分析終了しましたが、すいません。今回はですね、歌声分析っていうよりも、楽曲構成分析だったり、リアクション的な要素が乗ってきたり、ちょっとサムネ詐欺みたいな感じになっちゃったんじゃないかなって思って、今ね、ちょっと心配してるんですけど、ただそういう風に歌声分析だけでは収まらないテンションの上がり方だったんですよね。なので、その辺ね、ご了承いただければなという風に思います。いや、本当にスクエア1かっこいいですね。僕本当に最初こう流し聞きしていて一番印象に残ったのがね、スクエア1だったんですよね。うわ、めちゃくちゃかっこいい曲だなっていうふうに思って、でそれからね、毎日こうスクエア1は聴いていたんですけれども、今回もね、例のごとくやっぱり分析目線で歌を聴いていくとですね、普段聴いてる時とはまた違った部分を聞くことができてね、今回はナンバーアイのラップだったりね、歌、そして音楽知識的な部分ね、ここまでね、探ることができたかなっていうふうに思ってます。いや、本当に素晴らしかったですね。これからもナンバーアイ全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。